はい次、こういうのって買える時に買っとかないとほんまにないんで、個体差があるんで、ワイルド株は。なので同じ時に買っても違う株とかがあったりするんで、だから皆さんヤフオクでこう植物とか買うと思うんですけど、例えばツイッターで A さんがホマロメダこんなに綺麗になりましたって写真あげるとするじゃないですか。で名前付きで出しました。これかっこいいなってなって自分も欲しい買いたいってヤフオクで探すじゃないですか。同じ名前で探しますよね。タグも同じコードで探します。そしたら売ってました。出てきました。出てるわと思って買いました。育ててるんですけど全然違うってなる場合もあるんですよ。それはなぜかっていうと個体差、ワイルド株で同じコードがついて同じ名前なんですけど個体差によって全然違う育ち方をしたりするので、思ってたのと違うっていうのになる可能性があるっていうのがこの植物の面白いところの一つです。4つ目、これですね、ちょっとちっちゃいんですけど、ホマロメナの SP ソロックスマトラ、これもスマトラ島です。ソロックっていう、場所なんですけどね、地名なんですけど、基本的にソロックっていうのは小型種であるっていうのが、そういうことになってんのかな。はい、長谷さんの中でそう決めてんのかちょっとよくわかんないんですけど、小型のホマロメナです。このソロックっていうのも有名で、長谷さんがスマトラに行くたびにこういうソロックっていうのを取ってくるんで有名で、それで毎回個性が違ったりするんですよ。そのソロックの今回はちょっと緑が強いなとか、今回不入りやぞっていう時もあったし、今回はもうめっちゃ赤軸の濃い緑のホマロメナだなとか、今回はちょっと茶色っぽい葉っぱをしてるなとか、毎回違うわけなんで、ソロックシリーズはそれが面白いんですよね。毎回違う。でも小型。基本小型。今日なんか他の方がエッジがフリルになってる。わかりますね。波打ってるようなやつも結構あって、それが強く出た個体を買ってる方もいらっしゃいました。で、僕がこの個体を選んだ理由はもう最後だったんで、そんなに選ぶことはできなかったんですけど、その中でも一番濃いやつにしましたね。黒っぽいって言ったらいいんですかね。表現で言うと。緑黒、ダークグリーンですね。できるだけダークグリーンの株を探して、選びました。この、なんていうんですかね。ワイルド感、この化けそうな雰囲気っていうのが、やってたらなんとなく分かってくるみたいで、ワイルド株を普段から常に見てる人がっていうのはこう分けるか分けないかっていうのがなんとなく感覚で分かってくるみたいで、それが僕の中でこいつがピンときたので、こいつ分けんのちゃうかなって思って買いました。残ってる中でもです。もしかしたらもっと最初にいろいろあったのかもしれないですけど、僕の中ではこれがちょっと化けそうやなって思ったんで買いました。僕は今回全部小型種選びました。